皆さん、こんにちは。日本語の旅へようこそ。この動画では、日本の文学作品を朗読しています。100年くらい前の作品が多いので、昔の言葉や難しい言葉があります。それらを簡単な言葉に変えて、聞き取りやすいようにゆっくり読みます。すぐに物語を聞きたい人は、概要欄の目次をクリックして先に進んでください。また、読むスピードが遅いと思う人は、YouTube の設定で好きな再生速度に調整してくださいね。今回の物語は、白木静の晩餐です。晩餐とは夕食のこと。ある若い夫婦の夕食の一場面を描いた小説です。何気ない日常のひとときから想像させられる夫婦の人生はどんなものでしょう。どうぞ最後までお聞きください。晩餐、白木静。いつの間にか暗くなった戸の外に激しい雨風の音がする。嵐だ。狭い部屋の壁際に暗い電灯がぶら下がっている。その電灯の下のテーブルにある親子が集まって夕食を食べ始めるところだった。父親も母親もまだ本当に若かった。子供はようやくテーブルにつかまって立つことができるくらいの年で、くりくりと太った女の子だった。男も女もその顔にはまだ少しのシワも寄っていなかった。しかし男の濃い眉毛の影のくぼんだ優しそうな瞳にはだるそうな疲れの色が見えていた。そして女の濃い髪の色や細い肩のあたりには沈んだような深い疲れとまどろむような安らかさとが見えていた。一日が終わったのだった。その日の悲しみも苦しみも夜の安らかさに流れようとしているのだった。そして彼らは黙って微笑みながらその子供のすべてに視線を注いだ。子供は危なっかしく立っていた。そしてふっくらとして丸く鞠のように短い両手で少しの隙もなく、そしてとても素早くテーブルの上のものをかき回そうとしていた。そのため若い父と母は微笑みながらすべての茶碗や土瓶、アルミ鍋などをテーブルの下に置いた。テーブルの上には
子供が持つ小さなスプーンと小皿が一枚残されただけだった。けれども子供は騒がしくて小さな喜びに満ちた叫び声を上げて、スプーンと皿をテーブルの上に叩きつけた。わんぱくなやつだな。若い父親はその小さな丸い腕や素早く冷静に隙もなく動いている黒目がちのまつげの長い子供の瞳をじっと見ていた。やがて彼はどうしたらいいだろうというように顔いっぱいに微笑みを浮かべた。そして子供の丸く突き出た方を指でちょっとつまみながらテーブルの下から探すようにして大きな茶碗を取り彼女の手に渡した。彼女は鍋から熱い炊きたての白い湯気がいっぱい立ち上っているご飯をよそって彼に渡した。そして彼女の若い大きな瞳も母親らしい嬉しさに満ちて、子供の一瞬もじっとしていない小鳥のように愛らしい様子を見つめた。そしてたまらないように、この子はどうしたというんだろう、とふと独り言を言った。どうにも仕方がないほどかわいいというような様子で、坊や、と強く言った。けれども、笑みが顔からあふれてしまって、彼女は助けを借りるように男の顔を見た。そして三人はすべてのことを忘れてしまったように、子供のためにお互いにどうしようかというように笑い合った。そして子供のために彼らは温かいにぎやかさと、その上に自然にあふれる笑いと嬉しさを持って食事に取り掛かった。また彼らにはごたごたした騒がしさのために雨風の音が聞こえない。若い父親は彼の赤く大きな片手を忙しくテーブルの上に広げていた。そしてその目は子供を見て湧き出た笑みをこらえながら、子供を支えてその小さな赤い口に少しの食べ物を入れてやった。その隙に彼は慌ただしく大きな口を開けて、彼自身の口の中にご飯を押し込んだ。母親は壁に寄って黙ってうつむきながら、藍色の深い鍋に煮た牛肉と玉ねぎと人参とじゃがいも等を白い皿に盛っていた。そして何か言おうとして、甘く柔らかく煮たじゃがいもを口の中に入れて男の顔を見た。だが彼女は何かに気がついたようにふと口を閉じてぼんやりと遠いところを見た。彼女の口の中のじゃがいもがちょうど凍ったかのように固くザクザクしていて、非常にまずかったのだ。
彼女は突然驚いたように黙って前歯で噛み直したが、彼女の心はいつの間にか寂しくうつむいてしまっていた。彼女は日々の苦しみや悲しみ、疲れを思い出したのだった。そしてじゃがいもの味のない冷たいまずさが彼女に静かで寂しい遠く離れた心を与えた。彼女は結婚してからの貧しい悲しみに満ちた現実の生活を思い浮かべたのだった。そしてそれがあまりに長く続いた生活のようにも思えた。彼女はふと自分がすっかり老いてしまったかのように感じた。そして静かに涙に満ちた日のことや、物のために脅かされ恐れて過ごした日々や、病のために悲しみ苦しんだその日その日のことを、遠い心が静かに思い出しているのだった。けれども、今思い出している彼女には、すべてが夢のようであった。苦しみも悲しみも懐かしい夢のようであった。そして考えてみれば、わずかに結婚後の3年ばかりの生活に過ぎない。彼女はいつの間にか何かに注意を引きつけられたように、ぼんやりと遠くの方を見ていた。彼女のその静かな心が、いつしか幻のような絵を見ていたのであった。それは薄暗い光の中に、そしてその光のように物静かな3人の人たちが、寄り合って頭を集めて長い物語をしているのだった。その物語はあまりに長く絶えることなく彼らの間に続いているようだった。そしてその物語の中には、すべて世の中の善や悪や悲しみや苦しみ、怒りも悩みも喜びも、すべてが語られているようだった。けれども、話す人も聞く人も、ただ静かに安らかにじっと微笑みを続けているばかりで、彼らは少しも動かなかった。首を傾けて目を伏せながら、そしてそこにはただ静かな懐かしさと許しとが彼らを包んでいるように見えた。そしてまたそこには深い深い安らかさが彼らのすべてに現れているのであった。世の中のすべてのこと、人生は過ぎ去るであろう。そして過ぎ去ったその日に初めてすべてのことが懐かしみと許しとに変わるだろう。そしてその時、
彼らは永久に夜のような安らぎの前にいるのであった。遠い絵が暗く静かに彼女の目の底に映っていた。また瞳の底を通して遠くの未来に寂しい安らかさを持ってその絵が見えるのであった。若い彼女は一人で寂しい密かなため息をついた。そして散らかったテーブルの上と夫と子供の顔とをちらっと見ながら黙っていた。どうして黙ってるの？男は不思議そうに女の顔を見て声をかけた。彼女は慌てて何かを言おうとしたが、一言では何も言えずに黙ってしまうと、再びその目が遠くへ行ってしまった。そして彼女はまた幻の絵を見たのだった。彼女はその時初めて戸の外の嵐の音を静かに耳にした。彼女は何も言わずにいた。そうだ、あの日があるのだ。あのすべてが懐かしみと許しと安らかさに変わる日があるのだ。長い生活の後に、また長い悲しみの後に、また長い苦しみのその後の日に、あの安らかな懐かしみと許しの日があるのだ。一日一日の苦しみや悲しみが何だというのだ。一日一日の疲れや悩みが何だというのだ。彼女はいつの間にか微笑みを浮かべていた。なぜ黙ってるの？男は再び声をかけた。彼女は驚いたように頭を上げて、懐かしそうに笑いながら、まだ本当にわずかしか経ちませんのね、結婚してから。と、男にも思い出していろいろなことを、結婚前の楽しかったことまでも思い出してください、というように言った。そうだなあ。男も目を上げて言った。たった3年にしかならないんだな。けれども、俺たちはいろいろ苦労したな。本当にね。彼女はまた目を伏せてあの絵を見ようとした。が、すぐに、けれども、まだ3年しか経たないんですものね。と、何か大きな、彼女にはわからないけれども、何か大きな望みを彼に話さなければならないように、瞳を輝かせた。そうだ。一日一日いろいろなことに疲れ、悩まされ、苦しまされても、2年はもう過ぎたんだからな。もうしばらくすると、坊やも歩くようになるんだから。男は
手持ち無沙汰のようにスプーンを持って立っている子供を見た。彼女はすぐに嬉しそうに、坊や、と大きな声を出した。子供はそれと同時に大きな叫び声を上げて、母親の顔を見ながら、まうままま、とスプーンをテーブルに叩きつけた。父親は慌てて子供の口にご飯を入れてやった。彼らはやがて箸を置いた。もう少しの間だ。男は強く独り言のように言った。そうね、私たちは働きましょうね。彼女は落ち着いて安らかに言った。そして子供を膝の上に抱きながら、小さな乳首を出して乳を飲ませ始めた。さあ、後を片付けよう。そして寝よう。明日は早く起きようじゃないか。やがて男は立ち上がった。そしてテーブルを片付け始めようとしたとき、もはや子供は乳房に頬をつけて目を閉じていた。あたりは静まり返った。嵐だな。男は立ち止まってささやいた。いかがでしたか？苦しい日々の中でも、それを忘れるような穏やかなひとときは大切な時間ですよね。最後までお聞きくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。